引き続きよろしくお願いいたします。ですね、この木がですね、2021年になります。その時に、お手入れをしていただいた、その後、久しぶりに今こういう状況におります。で、西川さんにこの後、今見た段階で、どういったことを行うのか、ちょっとお手入れなどをしていただけたらと思いますので、一つよろしくお願いいたします。はい、わかりました。お願いします。ですね、これはね、実は昨日絵描いたんですが、はい、もうしばらくね、管理が悪かったもんでね、作のりが悪くて、本来こういう状態じゃなかったはずなんですが、はい、こういう状態になってしまったんです。これはもう管理が悪いのと、ちょっと、土の状態も良くなかったということが一つあります。はい、それでやはりこうちょっとね、まばらに色が違ってるんですけど、これがこれで植え替えましたから、間違いなく治っていきます。はい。でどうしてもこういう色の悪いところ、色のいいところと色の悪いところの目の力が全然違うんですね。やはり色の強いところの目はしっかり今らしい時期らしい目が上がってきてるんですけども、色の悪いところはちょっとまだくすんだような目が上がってて、これからこれは治っていきますんでね、いいんですけれど、それであとね、この目の整理をしないといけないんですね。ここまで来てしまうと、もうこういうふうに目摘みはされたんですが、目摘みしっぱなしにしちゃったもんで、3つも4つも同じところから全部出ちゃってるんですよね。これを今から整理しようかと思います。お願いします。それでね、これ強い枝の弱い芽を残して、弱い枝の強い芽を残すというふうに考えていかないと、逆というふうに考えていかないと、弱い枝の弱い芽を残すと発達しませんから。強い芽の弱い枝は発達するんだけど、だから弱い枝だなと思ったところに強い芽があったら、それは残していきましょう。ね。じゃあお願いして。だからこういうところを見ますとね、やはりこういう3つ出てるんですがね、これ。だからこの部分ちょっと弱いですから、強いですから弱いものを取って調整していくってことかな。逆かな、今。強いところの、弱いところの強いものを残すってこと。そうそうそう。でね、これこの時に同時にね、もう今までの古葉もちょっと取ってあげるといいんですよね、これ。古葉を取ってあげると日も入りますから、非常に木も生育いいですから、こうやってなっちゃうともう奥に日が入らないんですよね。それで日陰の芽が余計弱くなって小さくなっていくと、育たないで枯れてしまうっていう枝も出てきますので、これ今ちょっと取ると寂しくなるんですが、また芽切りをすることで芽数増えますから、そういうことも考えながらもう枝を減らしていくってことでしょうね、こうやってね、今ね。で古葉をこうやってね取ってあげて、まず日を入れるようにものを考えていくということでいいんじゃないかなと思います。これ手で引き抜いてもいいんですけどね、できればハサミで切ってあげて、少し枯れだというか切り残しがあるんですが、それは2週間もすれば枯れて落ちますから気になさらないでください。こうやって3つ出てるんですよね、目摘みした後ね。だから2つに残すか、場所によっては1目に残すか、それはその場所によって考えてやっていくっていうことでいいと思います。でやはりこの先端というのは強いんですね、植物っていうのはね。先端っていうのはどこもみんな強いですよね。で強いところの葉数は減らしといてあげた方が抑制効きますからね。やはりこうやって芽の止まってるとこもあるんですね。だからそういうとこはもう取ってしまわないと芽は吹きませんから、もう植え替えをきちっとしてあげれば根が正常に動き始めますと、芽の方もしっかりしてきますからね。すぐに植え替えたから何か結果が変わるわけじゃないので、しばらく2週間とかね、1ヶ月ぐらいの間隔で見ててもらうということは大事かもしれないですね。まだこれ間延びがされてないからいいんですけどね、こういう間延びしてるとね、古葉取るわけにいかないんですよ。これ間延びしてないですから、今去年一昨年の古葉取ってますけど、間延びしてる場合はもっとまた追い込みの方法が変わりますんで、古葉取れないんですよ。
それはまたその時期にね、そういうものがあった時にその説明ができるかと思いますけれどね、今その作業ができる時期じゃないもんですから、今は申しませんけども、芽を育てるには日をよく当ててあげるしかないんですよね。部分的でしょ。部分的だよね。まあ出てきた芽、枝を全部使うわけじゃないですからね、だから心配ないですよね。このぐらいスカスカしちゃっても1年も経ったらまた回復してきてますから、もう必要ないですね。育たないですから、もうその芽は待ってても、まあ、この追い込みの方法っていうのはいろいろありますからね、その時期時期にまたできるものはいろいろとね紹介できればとは思いますけれども、やはりその時期にならないとできない、ここで言葉で言ってもちょっとね理解しにくいもんですから。やはり日頃からこういうちょっとした手間を惜しまずにやっておくことが盆栽のね維持する上で必要なことなんですけどね、なかなか皆さんね忙しいからやらないんですけど、できればやってもらった方がね木のためにはなるんですよね。随分すいてきましたよね。このぐらいすいても1年するとまた元に戻りますからね、芽数葉数が増えますから。今はもう何を置いてもこの芽を生かしてあげるっていうことに集中するための剪定風呂上がりですからね、もう器用姿を作ろうとかそういうことは一切今考えてませんから。盆栽の場合は何かアクシデントがあった時にはもう生かすか生かさないかというところまでいったら、もう他のことを考えずに生かす方法一つだけのために集中していくってことは大事ですね。木姿がいいとか悪いとかそんなことはもう考えないで言ってもらわないと、あっちもこっちもっては無理ですから。やはり黄色っぽい葉っぱのところの芽は弱いんですよね。どうしても規制が悪いから色が悪くなるから新芽の持ちも悪くなるということなんですよね。ちょっとこれ枝が詰まりすぎて枝が太くなっちゃってるんですよね、枝が細かくなってるんですけど枝が太くなってちょっと赤松の雰囲気としては枝が太くてごついのかなって黒松みたいな雰囲気の追い込みになっちゃってるんですよね。これが解消できればいいんですけどね、本当に。締まってるっていうよりもちょっとなんとかしたいなってところですね。これ枝がちょっと太くて短いんですよね。これ木によっては毎年赤松だから芽摘みをするっていうわけでもないっていうのがあるんですよね。芽摘みをしないで葉の調整をする、または芽摘みをしないことによって枝の雰囲気を柔らかく保とうというやり方もありますのでね、またその時期にもまたそういうことができる気があればお知らせしたいと思いますけれども、これなんかもう今年あたりは芽摘みしない方がいいと思いますけどね。芽摘みするとまた芽数増えてまた枝が太くごつくなっちゃうんですよね。だから芽摘みをしない方法で今年はこれはやっていった方がいいような気がしますね。じゃあその芽摘みをしない方法っていうのを皆さんまたねきっと知りたいんだろうと思いますから、またその時期にお話できればしたいと思います。今できる時期じゃないもんですから。こうやって枝が詰まっちゃってると枝の雰囲気っていうのはなくて黒松みたいな追い込んだ木みたいになっちゃってるんですよね。この辺がちょっとこういう木姿にしてはもったいないのかなと、ちょっとバランスを変えてあげた方がいいのかなって気がしますね。
追い込めばいいっていう問題じゃなくて、ちょっとごついなっていうところで来ちゃってますね。これからその赤松をこう試してっていうか、例えばお持ちになる方が、この状況でなった時の、剪定の仕方としたら、もう、まあ、繰り返しになりますけど、今の作業をもうちょっと簡単っていうか、もう一度ちょっとご説明していただけると。まあ今やってるのはフロハを取って日の光を当てることによって目を充実させるという意味でやってるわけですよね。だから皆さんの木ももしこういう状態で目の状態が悪いなっていうものがあったら、フロハを取っていただくのが今いいかと思いますね。やはり今どんどん日が強くなってきてますから、ここでその力を借りて木の目の充実を図るには今が一番いいチャンスだと思いますよ。やっとけばよかったなって思わないようにやってもらえればいいんですよね。でもこれだけすっきりしてくるとなんかこの方がいいですよね、やっぱり。そうですね。盆栽らしくていいと思いますよ。だから葉数が多ければいいっていうわけでもないんですよね。随分うまくすっきりしましたね。これ見ますよね。ただこれは今ね、フル葉を取った状態、目の止まってる枝を取った状態なんですけど、ここからもう一整理していくといいと思うんでね、これからまたちょっと今の取り残した部分を抜いていきますね。それは今強い芽を取る強い芽っていうかもう今最初に取ったのは目のしっかりした部分を残すために取っていったんですね、止まってる芽とかそういうものは。でこれからは今度この枝の整理、要するにじゃあこんなに芽あるから全部残していいのって言ったらそういうことじゃなくて、これから不必要なものを抜くわけですよね。だから多く残せばいいっていうことでもないんですよ。ある程度すっきりしましたんでね、これでなんか雰囲気ずいぶん変わりましたね。だいぶ綺麗になりました。でも綺麗に見えますよね。ただ葉の状態が本当に赤松の綺麗な葉の状態じゃないもんで、まだねちょっと見栄えが良くないんですが、これがもっと葉の状態が良くなれば綺麗な状態で葉が上がってきます。その時は見どころが満載になるんじゃないですか。今のところ今までの管理の状態によってこういう状態になってしまったものですから、それを解消できるのはこれからなんですよね。そのために植え替えて今剪定したわけですから。でもうほとんどねこうやって見てもこれまで外しても形というものはもう崩れませんからね。前回やったのでほとんどもう決まってますから。